こんにちは。弊社のチャンネルへようこそ。ここでは最新のニュースと印象に関するコメントやフィードバックを共有するために集まります。この会話の一部となるためには購読をお忘れなく。では始めましょう。ワンピース第1107話以降展開予想。前回はベガパンクのプログラムによりパシフィスタの意見がボニーに移行し戦況が変わり、サターン清がそれに激怒しベガパンクに致命傷を与え、挙兵海賊団が参戦というような展開が描かれましたが、サターン清の激怒についてサターン聖白魔の剣でブチ切れてバスターコールを発令したわけですが、ベガパンクがボニーにパシフィスタの意見が移行するようにプログラムを組んでいたことを知るに至り、さらにブチ切れたみたいですね。サターン聖からすればベガパンクは神である自分を完全にコケにしていたと感じられているでしょうから切れて当然だと思います。これまでベガパンクに直接手を出すことはなかったサターン清が手を出したわけですから、それがビシビシ伝わってくるわけですが、一番腹が立つのは歯向かっても無駄であると分かっているのに、それでも歯向かってくるというような精神性に対してではないかと思います。どんな天才であろうと世界政府という巨大な組織をどうこうできるわけではないのに、なぜいろいろと歯向かうような真似をするのか。過去にイム様とゴーイ星たちには人類が未来に希望を持つことすら許さないというような考えが見えるというようなことを書かせていただきましたが、ベガパンクたちがいろいろと反抗してくることの根源には希望があるわけですよね。人間は未来に希望を持っているから生きていける。常識的に勝てない敵に立ち向かえるのも万に一つの希望があるからですよね。未来に希望がなければベガパンクはサターン清を怒らせるようなことを何もしなかったでしょうしね。サターン清の人類に進歩など必要ないというセリフに全てが集約されていると思いますし、サターン清はボニーを絶望させることにより希望を奪い取ろうとしていたように見えます。何を根拠に希望を持ち神に歯向かうのか。サターン清はそこに一番の怒りを覚えているように見えますね。また、おそらくそんなセリフをベガパンクとボニーに言うのではないかと思います。サターン清はベガパンクに致命傷を与え、おそらく失血死するまで苦しみ抜いて死ぬがいいというような態度を取ると思いますが、パシフィスタが敵に回っている状況を何とかしないといけないですよね。また、挙兵海賊団の件も知るでしょう。サターン清の新たな動きは、ボニーが意見最上位となったことで50体のパシフィスタ MK、III 部隊を敵に回すことになったサターン清。1体はブルーグラス中将の乗り物になっていますから厳密には49体でしょうが、49体のパシフィスタ MK、III の戦力が海軍に向けば島に残っている海兵たちは大苦戦でしょうし、大艦隊も壊滅状態になるのではないでしょうか。さらにサターン清は挙兵海賊団が大艦隊に攻撃しながらエッグヘッドに向かっているという情報も知るでしょう。サターン清は上陸した直後には、この絶望的な状況から脱出できる運命があるなら見てみたいものだとベガパンクたちに言っていましたが、その望みが叶うような状況になってきていますね。状況を変えられそうな戦力は9人の中将たちとセラフィム。ボニーの意見がセラフィムにも有効なのかわからないですが、もし使えるならサターン清はセラフィムを投入してくる可能性が高いかと思います。サターン清は今回自らエッグヘッドに来ているわけですし、絶対に失敗することなどできないでしょう。何が何でも3つの不都合な存在を抹殺し、エッグヘッドを焦土と化さねばならないでしょう。それにはもう手段を選んでいる場合ではないと思えますね。今使える戦力とともにさらに強力な援軍を呼び寄せる可能性もあるかと思います。またゾロとルッチの戦いの行方も気になりますが、ゾロ VS ルッチが決着に向かう。ゾロとルッチの戦いが始まってから結構な話数が過ぎていますが、どうなっているのかよくわからないですね。少なくとも息を切らして戦っているゾロと余裕がありそうなルッチの様子が描かれていて、やはり閻魔に覇気を吸い取られているゾロは長期戦は不利、ルッチは覚醒フォルムの効果によりスタミナも豊富だという印象を受けます。またルッチはおそらくゾロを孤立させ、さらに一味と引き離すことにより一味が脱出できない状況に持ち込み、また核についても一味は敵であろうが無力な人間に手を出せないと分かっていて、全て計算づくで戦っていると思います。しかしおそらくゾロもそれに気づいており、いつまでも付き合っていられないと本気になるかと思いますので、2人の戦いもようやく決着に向かって動き出すように思います。個人的にルッチはまだ覚醒フォルムの全ての力を見せておらず、
やはり何か特殊能力が発現している可能性はあると思います。ヒョウが持っているわけもない特殊能力を使ってくる可能性は高いと思いますね。なんだかルッチの手足が増えそうな気がするんですよね。ゾロの方も、やはりワノ国での死神との遭遇と地獄の王になるという発言。地獄から帰ってきた発言はゾロの何らかの進化につながっているはず。過去にも書かせていただきましたが、地獄の獣王の要素が十刀流みたいな形で表現されそうな気がします。異形の強者同士の死闘という感じで決着に向かうのではないかと思いますね。また、やはりゾロは負けないと思います。ボニー10億超えレベルに成長の可能性あり、父母からの愛を力に変える。ボニーの能力は本人が強く信じる限りどんな未来にも変身できるというものであることが明らかになっていますが、それは非常に夢がある能力ですよね。トシトシの実の能力について、ボニーのトシトシの実の能力は自他ともに年齢を操作できることができるわけですが、その仕組みや条件はまだ謎のままですよね。トシトシの実の能力は非常に高性能だと言えますが、年齢操作を直接相手に触れることなく行えるというのは非常に優れた点だと思います。過去にも書かせていただいていますが、おそらくローのルームのような結界みたいなものを作り出して、その結界内にいるものの年齢を自由にできるのだろうと思います。またその結界も非常に広いように見えますし、結界から出てもしばらくはそのままで、ボニーが意図的に元に戻さない限りはある程度時間が経過しないと元には戻らないみたいですね。唯一ベガパンクはボニーが手に持つ鉄パイプみたいなもので物質化した年齢を体外に押し出されるという形で子供にされていましたが、今のところ触れずに年齢操作されるのとどのような違いがあるかは説明されていないですね。しかしおそらくトシトシの実の能力は外側から何らかのエネルギーを放射して影響を与えるというよりも、人体の中に蓄積されている年齢というものをボニーのイメージの力によって操るというものなんでしょう。また年齢操作は生き物だけでなく無生物にも効果があるようですから、やはり年齢は時間であり、時間を操るというような側面もあるんでしょうね。物体を成熟させる熟々の実の能力と物体を若返らせるもどもどの実の能力の特性を併せ持つ、やはり非常に高性能な能力であるわけですが、トシトシの実の能力の真骨頂はそこではなく、やはりボニーが歪んだ未来と名付けているボニーのイマジネーションをそのまま実現したような変身を可能にする能力にあるのは間違いないでしょう。真骨頂は歪んだ未来。サターン清はトシトシの実の能力はいかなる未来にも変身できるが、現実を知ることにより選択の幅が狭まっていき弱体化する能力だと言っていましたが、それはボニーの歪んだ未来という能力の一側面に対しての説明ということになるんでしょうね。これはまだ世の中の現実を知らない子供に相性がいい能力であるのは間違いなく、大人になってから能力を獲得しても歪んだ未来という能力が発現することすらない可能性もありますよね。歪んだ未来は単純な年齢操作ではなく、本人がなりたい未来を再現できるわけですから、能力の真骨頂と言えますし、ボニーは能力の真骨頂を引き出せているということになりますが、やはり現実を知れば弱体化するということも証明してしまっています。ボニーはニカの実在を信じられなくなってきていることから弱体化したわけですから、ルフィがニカの能力者であることを知れば、またルフィがサターン星やボルサリーノを倒したりして、さらにエッグヘッドから全員無事に脱出できたりしたなら、仮にルフィをアホだと思っているとしても、ニカの実在は強く信じることができるはずですよね。また仮に未来の可能性を信じる力が強いほどに力を増すというような特性があるとしたら、ボニーはまだ子供ながらも10億超えレベルの戦闘能力を身につける可能性もあると思いますね。不可能だと思うことが可能になったというような奇跡と呼べるようなことを実際に経験したりすると、人間は非常にメンタルが強くなったりするものですよね。それを経験したら多少の困難は大したことじゃないと思いますし、絶対に乗り越えられるという自信になったりするものです。歪んだ未来はそういうメンタルの強さが直結するものだと思います。父母からの愛を力に変える。ボニーは今クマの記憶を見て、動けないはずのクマが自分を助けてくれたという奇跡を経験したわけですが、
それにより未来を信じる力は強くなっているはず。また父母の愛を強く感じているでしょう。ボニーはまだ子供ですからそこまでは思えないかもしれないですが、両親は虐げられた人々を救う活動に身を捧げ、ボニーはその2人から大きな愛をもらっているなら、ボニーは自分も虐げられた人々を救う側に回るべき。いや、そうしたいと思うこともあるでしょう。人を救おうという立場にある人間が現実を知って、これは無理だ、あれは無理だと思ったりして弱くなっている場合ではないですよね。むしろ絶対に救うんだという気持ちの強さがないと誰も救えない。また誰かを救うということは誰かの未来を変えることにもなりますよね。ボニーは父母の愛を力に変え、さらに強くなると思います。今苦しい立場にある人間は明日も明後日もずっとそうかもしれない。それを救うのは未来を変えるということであり、もっと広い目で見れば世界の未来を変えることになります。そう考えると人間は年々の能力の有無にかかわらず、やはり明日に希望を持って生きるべきなんですよね。変わらない、変えられないと思いは逃げや諦めに過ぎず、良くなりたいと思うのであれば挑むべきなんですよね。そういう意味が年々の身の能力にはあると思います。サターン清は不要な能力だと言っていましたが、それは彼らが民衆から常に奪おうとしている希望を具現化したような能力だからでしょうね。これまでに登場した能力の中でも個人的にかなり好きな夢のある能力だと思いますね。